はいどうも、アンバージャックでございます。春でございますね。皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回はですね、ウォールアイという魚を釣っていきます。あまり馴染みがないかもしれないんですけれども、このアメリカではですね、非常に人気がある魚でございまして、特にですね、食べると非常に美味しい、淡水魚と言われております。この4月がですね、ちょうどウォールアイの産卵のシーズンでございまして、ウォールアイがですね、遡上を始めたりするんですけれども、今回ですね、ウォールアイを釣る場所はですね、デトロイトリバーという場所になりますね。ちょうどアメリカとですね、カナダの境にある川でございます。で、釣り方なんですけれども、ジギングで釣ります。ジグヘッドを使っていくんですけれども、ジグヘッドはですね、こんな感じの1オンスぐらいのジグヘッドを今回使ってみたいと思います。ルアーなんですけれども、こういうですね、4インチぐらいのですね、スイムベイトっていうんですかね。こっちでプラスティックベイトとか言うんですけれども、こういうものがね、非常によく使われます。タックルなんですけれども、これが僕が使ってるタックルなんですけど、船から釣るんで6フィートぐらいの、ロッドですね。で、リールは3000番とか2500番とかそれぐらいなんですけれども、普通のスピニングリールですね。そんな感じでですね、今回はデトロイトリバーで船の上からジギングでウォールアイを狙ってみます。で、非常にね、食べても美味しい魚ということですんで、今回はぜひですね、家に持って帰って、で、ちょっと料理もしてみたいと思っております。それでは、行ってみましょう。Never mind. Just fine. Thank you. Okay. Oh, いいサイズじゃないですか、これ。うん、いいサイズ。Fish. Finally. あ、本当ですか？あれ？当ててます。あ、じゃあ違う、2匹2匹。This before. Double fish. More fish at the sea. This one's mine. Yeah. Thank you. Out. はい、ということでですね、帰ってまいりました。今回釣った貝魚、ウォールアイをですね、ちょっとさばいていこうかなと思いますね。フライがね、美味しいっていうことなんで、今回はね、フライにして料理していこうかなと思いますね。じゃあ早速ね、この新鮮お魚袋からね、取り出してみましょうか。これね、めちゃくちゃトゲがね、鋭いんで、気をつけないといけないんですけど。こんな感じでございますね。2匹。早速ね、ちょっと鱗を取っていきましょうかね。これね、ウォールアイ、非常にスズキに似てるんですけれども、背びれがね、これ鋭くてね、あとここ、エラにもですね、鋭いトゲがあるんで、あと歯がね、これも非常にね、凶悪な歯をしておりますね。危ないですから。この辺りに注意してね、さばいていきます。うわ、飛び散る。めっちゃ飛び散るな、これ。
これ、ダメやな。怒られる。よし。はい、こんな感じでね、ちょっと鱗を取りました。ということでですね、お腹をまず出していきます。こんな感じですね。これ胃袋の中にはね、何も入ってないですね。はい、ということでですね、まずね、お腹を出して、で、軽くね、水洗いをいたしました。じゃあね、これから3枚におろしていきます。骨が硬い。よいしょ。はい。まずね、一匹、さばきました。身がですね、ちょっと血が回っちゃってますけど、結構ね、こう、透明でね、綺麗な色をしておりますね。アメリカ人もね、結構上手に魚さばくんですよね。彼らはね、こう、フィレットナイフって言って、すごいね、こう、刃が薄くてペラッペラのナイフを使うんですけど、そのね、こう、柔軟性を活かしながらね、綺麗に三枚おろしを作るんですよ。あれね、ちょっといつか僕も覚えたいなと思うんですけど。ただね、僕はこの日本式の三枚おろしでね、やっております。はい、こんな感じ。ほら、結構綺麗に三枚おろしできますよね。で、そしたらですね、腹骨をすいて、こんな感じですね。ね、綺麗にできました。そしたら、皮をね、取っていきますか。だいぶもう雑にやりましたけど、こんな感じでね、パパパッと3枚おろして皮も剥いて、フライにする準備ができました。で、今日はですね、2種類のね、フライを作ろうと思います。で、一つはですね、ごくごく一般的なフライでございますね。でもう一つはですね、私、インド人の友達が一人おりまして、その人にですね、教えてもらったレシピでございますね。とても美味しいと。普段その人ね、こう、カレーで味付けをしてるって言ってたんですけど、もうなんで今までカレーで味付けしとったんだろうっていうぐらい、美味しいレシピのようなので、ちょっとね、その二つの、フライをですね、作ってみようかなと思いますね。はい、じゃあまずは、普通のフライから作っていきます。もうどこのご家庭にもあるね。塩、胡椒、卵、パン粉、小麦粉、そしてウォールワイということでね。これでまず作っていきます。適当にね、ちょっとこうやって馴染ませてと。はい、これで塩胡椒は完成でございますね。僕はもうめんどくさがりなんで、小麦粉をですね、ジップロックの中に入れてあるんで、ここに、この、ウォールアイをね、ぶち込みます。OK。卵をつけてと。まんべんなくつけてと。で、こんな感じですね。OK。そしたらね、油で揚げていきます。はい。じゃあ、揚げていきましょうかね。まずね、油の温度がね、180度ぐらいがいいんでね。はい。ということで、お魚さんをね、ちょっと投入していきましょう。もう美味しそうですね、これね。はい。完成でございますね。こちらが、普通のね、ウォールアイのフライでございます。じゃあ次はですね、インド人の友達に教えてもらった絶品レシピでですね、ちょっとフライを作ってみたいと思います。はい。ここからがですね、ちょっと準備するものがガラッと変わりまして、まずですね、こう、レモンですね。レモン1個分、ちょっともう半分に切ってありますけれども、あと、ニンニクですね、たっぷりですね。ペーストにしてウォールアイにこう塗り付けます。チリパウダーですね。あとは、クミンでございますね。あとは、卵と、パン粉と、あと塩ですね。このレシピになってくると、どこの家庭でもあるものっていうのがね、おそらくパン粉と、あとこのね、ウォールアイぐらいになると思うんですけれども、ちょっとこれでね、絶品のね、フライを作ってみたいと思います。で、工程なんですけれども、ざっと説明すると、レモンジュースにこのウォールアイを10分浸して、で、その後ですね、ちょっと水気を切って、ニンニクのペーストをですね、ウォールアイに塗りたくって、で、また10分置くと。で、その後ですね、このチリパウダーをまぶして、で、ちょっとだけクミンをこうまぶして、で、10分マリネすると。
その後、こう、卵の中に入れてですね、パン粉をつけて、油で揚げるという形になりますね。ただ、油で揚げるときも、少しですね、ニンニクのペーストを入れて、油にですね、香りをつけると。で、なんかちょっと塩も入れるといいみたいなんですけれども、その友人のね、レシピ通りに、やってみたいと思います。じゃあ、まずは、レモンをね、絞っていきます。はい、絞りました。じゃあ、この中にね、このウォールアイの切り身を入れていきます。これで10分マリネします。その間にね、ちょっとニンニクペーストを作っていきます。ニンニクなんですけど、これニンニクって皮剥くのめっちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。僕ね、最近発見したんですけど、ニンニクをですね、硬い部分、切って、で、こんな感じにして、あとはですね、このニンニクをこうやって、ちょっと手のひらでですね、こう、両手でこうやってグリ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 ってこう圧力を加えたり、まな板にね、こう押し付けてゴロゴロ転がしたりすると、もう皮がね、すっごい簡単に取れるんですよね。なんでか知らないですけど、はい、10分経ちましたので、これをね、レモン汁を捨てて、で、ニンニクを塗りたくっていきます。はい、こんな感じで、また10分置きます。はい、ニンニクペーストでマリネしてから10分経ちました。次の工程ですね。このチリパウダーをね、まぶして、あとこのクミン、まぶしていきたいと思います。チリパウダーってそんなにね、これ辛くないんですよね。実は。なんか本当に香り付けのためだけみたいな。なんで、大さじ1ぐらい。クミンですね。クミンは、小さじ1杯。ボールは1匹に対して小さじ1杯。はい、こんぐらいです。これでまた10分マリネですね。はい、ではですね、10分マリネ終わりましたので、次はね、こう、卵にくぐらして、で、パン粉をつけていきます。はい、そしたらですね、これ揚げていくんですけれども、友人が言ってたのは、ちょっと揚げる前にですね、この油にですね、ニンニクペーストをちょっと入れて、で、香りをつけるといいって言ってたんですよね。なんで、ちょっとね、それやっていいんです。塩も入れるといいって言ってましたね。なんで塩もね、はい、これ、一つまみぐらい入れてみます。はい、ではですね、油が180度ぐらいになったんで、入れていきますね。はい、できました。こちらがね、インドの友人に教えていただいた絶品フライレシピでございますね。じゃあね、ちょっと早速食べ比べをしてみましょうか。はい、ということでですね、2つフライを作りました。で、こっちが通常のフライですね。で、こっちがチリペッパーとか、クミンとかで味付けをした絶品フライでございます。で、ちょっとまず普通のフライからね、食べてみますね。めちゃくちゃうまいですね、これ。淡水魚だと思えないぐらい深い味わいがありますね。これ確かにウォールアイね、アメリカ人に人気なのもわかりますわ。で、次にね、絶品フライの方行ってみます。これはうまいですね。忖度なしで食レポしますけれども、これね、身の方にはあんなにマリネしたのにびっくりするぐらい味がついてないですね。でも、この身の表面と、あとこの衣ですね。ここに、ニンニクの味とか、あとチリパウダーの風味とか、クミンの香りとかがですね、閉じ込められてて、めちゃくちゃうまいですね、これ。うまっ。うまい。いや、これあれがいるな。はい、ということでですね、あれの作り方をね、ちょっとご紹介します。もうこれ駐在員必見のね、激安カクテルでございますね。まずですね、コストコに行ってください。で、コストコで、こういうね、ウォッカが売ってるんですね。これ1.8 リットルとかそれぐらいの、これ1.8 リットルでね、10ドルなんですよ。1500円。半端ないっすね。僕ね、これアメリカの大五郎、大五郎っていうかもう大ちゃんですね。アメリカの大ちゃんと呼んでおりますね。はい。あと、コストコのスパークリングウォーターでございますね。これで、ね、絶品カクテルを作っています。まずね、この大ちゃんをね、適当にね、1オンスぐらい、ちょっと多めに入っちゃいましたけどね、入れておきます。そして、このスパークリングウォーターをね、こう、流し込みます。出来上がりでございます。
ミシガンチューハイでございます。うまい。最初はまずかったんですけど、なんかこれずっと飲んでたら美味しくなってきました。ということでですね、今回も、いい釣りになりましたね。ウォールワイ。アメリカ人にね、とっても人気の魚なんですけれども、やっぱりね、料理してみると、その理由がわかりますね。非常に美味しい魚です。ということで今回もいい釣りになりました。また次の動画でお会いいたしましょう。